はい、ドッカン実験開始やっほー、こんなきみしの月ルミネがお届けします。本日の配信。はい、ドキドキ文芸部第3回やってまいりましたイエイイエイ。はい、いかがお過ごしでしょうか。セリフジニクの錬金術師しの月ルミネがお届けします。はい。まあ今までのね、あらすじみたいなところをざっくりお話ししますと、ドキドキ文芸部、こちらね、4人の可愛らしい女の子たちと一緒に、なんかハートフルな文芸部を営んでいくっていう感じですね。それぞれ毎日詩を作っていくんですよ。で、自分もそれぞれなんか好きな単語を選んで詩を作っていって、それをこの4人の女の子たちそれぞれに読んでもらって、感想を聞いていったりするって感じですね。で、話の流れとしては現在、僕はこの真ん中のピンク色の髪の中のなつきちゃんを攻略しておりまして、で、文芸部が文化祭に出るよって、で、出し物何しよっかっていうところで、そうだな。なんだっけ出し物がね、この子たちとで詩の発表会みたいなのを一緒にしませんかっていうことになってたはずですね、おそらく。でそのために、じゃあなつきちゃんはカップケーキを作ってこようかっていうことで、カップケーキをね、なつきちゃん、休みの間に作ってくるよっていうことで、じゃあせっかくだから一緒に作ろうかっていうことで、主人公と、なつきちゃんが一緒に主人公の家かな、家でカップケーキを作りましょうよっていうところでね、前回終了しております。はい、ふものさん来てくれてありがとう。勉強休みちょっとだけ。いやありがとうございます。いやこちらのね、ドキドキ文芸部、一応注意事項がございまして、ですね、ドキドキリトラクチャークラブには子供にふさわしくない内容または刺激の強い表現が含まれています。不安やうつ病に苦しんでいる方は視聴をお控えください。また13歳未満の方は申し訳ございません。ご視聴をお控えください。というわけでアイリーさん、こあるけみ来てくれてありがとう。こんな仰々しい感じの注意書きがあるんですけども、ここまでに第2回までねやってきた感じでは、今んとこざっくり6時間分ぐらいですかねやったんですけど、全然そんなね刺激的な表現とかないんですよね。今んとこめっちゃほのぼのドキドキちょっとハピネスほっこりなギャルゲーって感じですね。なのでね、今後どういう展開を迎えるのか全然予測できないです。一応ね、僕もなんか心に残る名作だよっていうこと自体は聞いてるんですけど、果たしてそれがね、どういったタイプの心に刺さり方がするのかっていうのは分かってないのでね。さあ今日は何かが起こるのか起こらないのか、そんなところも楽しみにしていただければと思います。毎度リップさん、毎度こんにちは。本日もねご指導ご鞭撻いただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。では文芸部であれですね、休日になつきちゃんが家に来るよってとこからスタートしてまいります。よろしくお願いします。さてもう日曜日だ。そう、お休みの間にねカップケーキ作ろうって話でしたね。なつきの訪問が近づくにつれ不安になってきた。何も心配することはないと言い聞かせるが、どうもうまくいかない。二人きりになったらなつきは態度が変わったりするだろうか。その一方でなつきからはメッセージがたくさん来ている。俺たちは電話番号を交換して確認のためにメッセージを送り合っていたが、いつの間にか雑談になっていた。なつきはメッセージ上だと絵文字を使ったり語尾が可愛かったりと、現実とは性格がかけ離れてる。いいじゃないか別に。可愛いだろなつきちゃん。ねえ、それでもいろいろなことについて批判する態度はいつも通りだ。でもそういえばさゆりがあの日部活を早退した日から音沙汰がない。心配ですね。別にいつもメッセージを送り合ってるわけではないが、
でも頭の片隅では彼女のことを心配していた。まああんまり今までこういうことなかったってことですね。ちょっと幼馴染がね、最近なつきちゃんと仲良くなるにつれて、ちょっと幼馴染の女の子がね、ちょっと寂しそうなんですよね。さおりの言ったこととモニカの言ったことを考えると、さおりが俺を必要としているかもしれないのに、彼女のことをほったらかして本当にいいのだろうか。まあでもしゃあないやんね。ただの幼馴染でございますから。そこはね、なんか特別な関係一歩踏み出していれればまた違ったんでしょうけど、良くも悪くも幼馴染は心配だからといってなんかっていうことはないと思うからな。一人、大丈夫、覚えてますよ、ちゃんと。俺は夏希が来る前にさよりの家に行くことにした。女が来る前にお前、そんな、今から、ちょっと遊ばないみたいなさ、でもそうだよね、今から夏希ちゃん来るんだよねみたいな展開になっちゃうじゃん。事前に知らせず家に上がることは今までにも何度かあった事前に知らせず、いやまあそういうことはあるかもしれないけど、リテラシー。さよりの家に着きドアをノックする。さよりとは一緒にずっと遊んでいたから、お互いの家には家族感覚で上がり合っていた。まあそういう関係性もね、世の中にあるんでしょうね。家の中は静かだ。1階にはいないので、おそらく自分の部屋にいるのだろう。だが降りてきて挨拶してこないのはおかしい。俺は彼女の寝室に行き、やっとさよりを見つけた。さより？ルミネさより、生きてたようでよかったよ。彼女の部屋に腰を下ろす。さよりは微笑んでいるが、それだけでいつもと違うのは明らかだった。お互いの間に沈黙の時間が流れてエアコン小さ、確かに何マイクロエアコンじゃん。すごいね、卓上レベルですね。なんか後ろ牛さんもいたりしてね。観葉植物ちょっとなんかしおれてるけどね。ちょっと部屋やや汚い。まあこの程度で汚いって言ったらちょっとかわいそうか。生活感がありますね。まあ急の訪問ですから。こうやってルミネがここに来るのってすごく久しぶりだよね。言われてみればそうかも。本当に久しぶりだな。でもあんまり変わってないようだな。さよりの部屋は昔と同じように散らかっている。エアコン小さ定期定番ネタなんだこれ。なんかね、女の子の部屋にしてはちょっと荒れてるというか、可愛らしさが若干足りないのと、若干なんかこう雑然としてるよね。もう何年も前からあるぬいぐるみや壁の装飾もそのままだ。そういうことなんだ。へへへ。ルミネがもっと頻繁に来てくれたらこんなに散らかることないのにね。それはお前の代わりに俺が部屋を掃除することになるからな。やっぱりちょっと抜けてる感じを表現してるんですかね。それで今日はどうしていきなり来たの？今日は夏希ちゃんと会うんじゃなかったっけ？でも、待って、なんでそんなことを知ってるんだ？前回の話し合いで決まった時、さよりはすでに帰っていたはず。モニカちゃんが教えてくれたの。文化祭の準備について私に伝えておくのは普通のことでしょ？確かに。でも、お前はどうなんだよ。今日モニカの手伝いはしないのかよ。もちろん。ネットで手伝ってるもん。ネットで。だからモニカちゃんと直接会う予定はないよ。じゃあ会う予定があるのは俺と夏希だけか。さあさあ。俺たちの間にさらに静寂が広がった。さよりの視点は定まっていない。今日のさよりの行動はいつものさよりらしくない。やっと本題に入る。ただお前がどうしているのか気になってな。金曜に帰ってから何かあったなら俺に隠し事はできないからな。お前のことはよく知ってるからな。
あ、翔太さんこんばんは。エアコンちっちゃいね。ちっちゃいね。あと3倍はあっていい。いらっしゃいまし。来てくれてありがとう。ちょっとね、さゆりちゃんと今不穏な感じなんですけれども。まあでも、元気は元気っぽいね。今から。さゆりは微笑み首を振った。そんなの良くないよ、ルミネ。いつも通りのままじゃダメなの？全部私のせいだから。私が弱って間違えて感情を表に出さなかったら、私がそんな間違いを犯さなかったら、ルミネは私のことなんて心配する必要もなかったのに。そんなこと言わないでおくれよ。感情を表に出すのはさよりのね、当たり前のことだし。そんな心配させてくれよ。僕に。ハーモニカかと思った。ハーモニカにしたら大きいけど、あ、鍵盤ハーモニカぐらいのサイズ感かも。でもさよりちゃんさ、いや、そんな悲しいこと言わないでおくれよ。ねえ、幼馴染として心配したいし、心配させてくれる、したいよ。心配できる関係性でありたいよ、僕は。ここへ来ることもなかったのに。今、私のことなんて考えてなかったはずなのに。でも、これが私への罰なんだよね。自分勝手だったことへの罰なんだ。だから世界がルミネをここに連れてきたのかもね。世界は私を苦しめたがってるんだよ。世界ってなんだよ、お前。そういうさ、何か大きい力が働いているかもしれないみたいな考え方、僕はあんまり好きじゃないな。違うよ。誰かがそういう恣意的なね、動きをしてるんじゃなくって、みんなそれぞれさ、能動的に働いて考えた結果が今だと思うんですけど。さより！俺はさよりの肩を掴む。一体何を言ってるんだよ。お前自分で何を言ってるか分かってんのか？何か起こったに違いない。お前がこうしていることに他に理由のつけようがない。だからちゃんと言ってくれよ。それが分かるまで俺はお前のこと考えるのをやめられないんだ。さゆりは空っぽの笑顔を俺に向けた。もう逃げ場なんてないんだね、レミネ。でも、レミネは間違ってるよ。私には何も起こってないよ。私はずっとこんな感じだったんだよ。ルミネが初めて見ただけ。何をだよ。何の話をしてるんだよ、さより。へへへへ。ルミネ、どうしても私に言わせる気なんだね。でももう言うしかないか。ずっと前から私は重いうつ病を抱えていたの。Oh my goodness, no, そうか。うつ病か。まあ、うつ病ってね、意外と身近な存在ではありますから。でもずっと前からって、でも主人公がずっと近くにいたのに気づかないって、そう隠してたのかな？知ってた？なんで毎朝学校に遅刻してるかわかる？いつもベッドから起き上がる理由を見つけられないから。完璧に無価値な私がやるようなことなんて何もないもん。なんで学校に行くの？なんで食べるの？なんで友達を作るの？なんで他の人が頑張った分を私が無駄遣いしてしまうの？BG my confession そっちの告白か。僕てっきりさ、
主人公のことが好きなんじゃないかなと思ってね聞いてたんですけど、いやあながち間違いではないけれども、そこの裏にはもうちょっと重たい事情があったんですね。でも無価値なんてことないんだよな。ねえ、それはさよりに振り回されたこともあったけど、さよりのおかげでね、文芸部に入って、新しい刺激的な生活を迎えられたのもさよりのおかげだし、いつも幼馴染として一緒にいてくれる人がいるっていうだけでめちゃくちゃ励まされてるわけだし。なんで食べんの？お前が元気に過ごすだけで俺たちが嬉しいからだよ。なんで学校に行くの？勉強は大事。勉強し、なんで友達は別に作んなくてもいいけど、作った方が多分世界が広がるよ。なんで友達って作るんだろうね。価値観が違う相手と話すのは楽しいから、自分を成長させてくれるから、じゃない？の？そんな気分になるんだ。だから私はただみんなを幸せにしたい。私のことなんかは誰にも気にかけられずに。いい子やんけ、お前もうそれだけでもうええ子やんけ。別に無駄遣いなんかじゃない。無駄遣いなんかじゃないよ。みんなを幸せにしたいって思える、その心根の優しさだけでお前には価値があるんだ。ねえ、気にかけさせてくれよ。ショックだ。部屋が確かにこうやってなってるのはさ、ただただおっちょこちょいとか片付けができないみたいな、そういったタイプのキャラ付けじゃなくて、やっぱり片付けができない、自分を大事にできていないっていうことの象徴なんですね。どんな反応をすればいいのかさえわからなかった。俺はさゆりのことを知っていると思っていたのに、さゆりはこんなことをずっと隠していたというのか？本当にさゆりはそこまで俺に気にかけられたくなかったのか？なんでだよ、さゆり。なんでこんなことを今まで教えてくれなかったんだよ。親友として裏切られた気分だ。もっと早く分かってたら、お前を支えるためなら何でもしてやったのに。たとえ俺にできることが多くなかったとしても、お前の毎日が少しでも良くなるように、どんな小さな努力でもしたのに。そうだよ。そうだ。そのための友達だろ。そうですよ。いやー、でも、さゆりちゃんもね、負担をかけたくなかったんだろうけど、やっぱり片方が片方に寄りかかりすぎるっていうのは良くないよね、みたいなね、風に思っちゃう気持ちもわからなくはないんだけど、全部俺に教えてくれれば。ルミネは何も分かってないよ。私がなんで今まで言わなかったのかわかる？だってね、もしこのことを知ったら、ルミネは自分がしなきゃいけないことよりも、私なんかのために努力を無駄にしちゃうでしょ？私は構われたくないの。誰かに気を使われちゃうと、なんだか切なくなってくるんだ。自分のためにリソースを使われるのは本意ではないみたいなね。たまには心地よかったりもするけどね。でも同時に頭をバットで殴られたような気分になるんだ。だからルミネには他のみんなと友達になってほしかった。みんなが幸せになることが私にとって一番だから。でももう一つ気づいたことがあるんだ。ルミネが他の部員とみんなと仲良くしてるのを見ると、
心がまるで槍に疲れたように痛くなるの。だから、そういうことなの。この世界は私を苦しめたいんだって思ったんだ。どの道を進んでも傷つくだけ。お前は俺に何も分かってないと言ったけど、その通りだよ。さより、俺はお前の気持ちが全く分からない。でも、理解なんてする必要はないんだ。お前の苦しみを止められるなら、どんな方法だって。俺は、どんなことでもやるよ。なあ、そうだよな。でも、そもそも、そうやって言って相手のリソースを割いていただくこと、もらうこと自体がさよりにとっては不本意であり、でも、苦しいのは苦しいし、どうすればいいんだ。本当は、難しい。どうにもならなかったね、さより。どうにもならなかったわ。だって、明るいさよりの猫をかぶったまんまで、主人公がさよりちゃんに心引きつけられてたらそれが一番良かったんだけど、そうだね。悩ましいところでございます。違うよ、ルミネ。そんなものない。何もないんだよ。唯一できたことはいつも通りに過ごすことだった。でも私が自分勝手なせいで、どれほど醜い人間なのかを見せてしまった。涙がさよりの頬を伝う。私が自分勝手だったから、ルミネを文芸部に入部させてしまったんだ。だから罰として自分でも理解できない心の痛みを背負って、そして今度はここに来たルミネの心も傷つけてしまった。私は弱くてわがままなんだ。それが私。だから私はその罰を受け入れるんだ。だって全部私の自業自得だから。考えるより先に俺はさよりの肩をもう一度掴む。つかめ、もう。ねえ。いや、結果的に、主人公はちゃんとなんだかんだ自分の意思で文芸部に入部したし、楽しんでるし、でも、さよりがそんな嫌なんだったら、別に文芸部やめてもいいと思う。そんなね、仲良くなって幸せになってほしいって思ったけど、実は、周りの人は幸せになったかもしれないけど、自分にとっての幸せと、周りの人にとっての幸せが一致してなかったんだね。周りの人の幸せを願いすぎたあまりに自分のことをおろそかにしたんだ。だから選択を間違ったんだ。いつもはでも二人で幼馴染っていう唯一無二の関係にいたらよかったんだけど、悩ましいね。自己肯定感が低いんだ、多分ね、さゆりちゃんは。なんだ、彼女を強く抱きしめる。そんな。幼馴染だから我々。さより、お前が自分勝手だろうと何でもいい。文芸部に入部するようお前が説得してくれて本当に良かったと思ってるんだ。毎日お前と会えることが十分に価値のあることだ。素晴らしい。よく言ってくれました。そうなんですよ。ねえ。会えるだけでいい。顔を見るだけでいい。話せるだけでいい。それだけで十分価値がある。そういうことでございます。もし他のみんなと仲良くなれるなら、それは嬉しいけど。だけど、俺が思ってる以上に、俺はお前を本当に大切だと思ってるんだ。
これだけは分かってもらわないといけない。ルミネ、さよりは抱き返してくれなかった。さよりさより俺の腕はさよりを包み込んでいるのに、さよりの腕はそのままだ。さよりは俺の耳のそばで泣いている。ダメ。こんなことしないで。お願いだから。ルミネ、私、さよりちゃん。いやー、いいんだよ。もうちょっとわがままに。もうちょっとわがままになっていい。今わがままって言ってるけど全然そんなことない。もっと自分本位に生きて。みんなの幸せよりも自分の幸せを願って。俺のやってることは正しいことなんだろうか。ただ大事に思ってることをさよりに知ってもらいたい。もしお前が自分をわがままだと言うなら、俺にもわがままを言わせてくれよ。どうすればお前にとって良くなるのか、絶対にその答えを見つけ出してやる。こんな気持ちは俺が消し去ってやる。だから俺にしてほしいことがあるなら必ず言ってくれ。もし言わなかったら怒るぞ。私、わからない。わからない。わからないよ。静かにさよりは俺に腕を回し返す。何もわからないの。全部すごく怖いの。自分の気持ちがわからないよ、ルミネ。何かを感じているのは痛みを感じている時だけ。でもルミネ、すごくあったかい。でもそれもすごく怖い。そうだよな。一度暖かさを知ってしまったら失うのは怖いよな。明日は文化祭だな。楽しくなるよな。俺と一日一緒に過ごすのはどうだ？えっと、俺がそうしたいんだ。信じてくれ。それならいいと思う。それならいいと思うじゃない。一緒に回りたいって言えー！一緒に回りたいんだろ？嬉しい。自分の感情に蓋をしないで。嬉しいって言っていいんだよ。ねえ、でも夏希ちゃんのことが困らせちゃうとかそういうのはもう一旦隅に置いといて。いいよ、さより。ね、一緒に回りたかった。一緒に楽しい思い出作りたかった。それでいいじゃないか、さより。なあ。さよりは目を拭う。ずっとここにいられたらいいのに。よりによって今日は他の予定があるんだよな。今からでも取り消すべき。やめて！お願いだからやめて！そんなことしたら私本当に許さないよ。でもいやーもう本当にこいつダメ。本当に主人公ちゃんさ、そういうところさ、良くないと思う。良くない。今その話題を出したのも本当に良くなかった。いやー。ねえ、他の子の名前をこんなね、ところで出すなんて良くないよ。またメンヘラになっちゃうよ。そろそろうちで夏希と会う時間なんだよな。お前が嫌だったら、やめる。でもカップケーキどうしよう。いや、一緒に来るか？一緒に作るか？カップケーキ。一緒に作ろう。そう一緒に作りましょうカップケーキね。せめて一緒にいて手伝ってくれないか？きっと楽しいぞ。そうだ。驚いたことにさよりは首を振った。ごめんなさい。今日は楽しく過ごせるかわからないんだ。わかってくれるよね？それが完璧に理解するのは難しいんだ。
頑張ってはいるんだが。いいんだよ。あまり心配しなくていいよ。また明日、ね。うん、わかった。楽しみにしてるよ。今ここでさよりを一人にしたくない。さより、いや、無理やり引きつってでも、家に来てほしい。さより、大丈夫だよ。そのままずっと今日一日中一緒にいてあげたい。さより、マジか。はあ。この後、俺っちどんな面持ちで、どんなさ、心持ちで、イチャコラしたらいいの？もうできねえよ。帰り道、まだ心は落ち着かない。でも、あと少ししたら、夏希がやってくるのに、この件について考え続けるのは大変だ。ちょっとセーブしとこうか。さよりの言う通りなのかもしれない。あまり心配しすぎない方がいいかもしれないし、明日はきっと楽しい一日になるだろう。だから明日の準備に集中して取り組もう。俺は家に戻って夏希の到着を心配しながら待った。いつの間にか玄関で待ってるとメールしてきていた。すぐに俺は彼女を迎えるために扉を開けた。あ、もういるんだ。やっほいや、自分でも何を期待していたのかがわからないが、制服姿じゃない夏希には実に動揺。現金だ休め。すぐ脳がそっちに切り替わるんだから。てか猫ちゃんだ。なんか中学生っぽい服装で可愛いね。こんな可愛い服を着ている彼女を見ていると、まるで制服が全く似合ってないようにも思えてくる。どっちかというとちょっと小学生か。まったく、気まずくなるの早すぎじゃないの？長い一日になるんだから、学校の外で私と会うからってそんな変な風にしないでよね。とにかく、お邪魔するわよ。随分と大荷物だな。夏希はお菓子作りの道具でいっぱいであろう大きなカバンを持っている。ここまで来たのに道具が足りないなんてことになったら嫌だったし。頼んでたものはちゃんと買ったよね。ああ、買ったよ。昨日、夏希は俺の家になければ必要な材料をいっぱい買ってくるように頼んできていた。よし。あんたが頼りがいあってよかったわ。そりゃ、もちろんだろう。夏希の口から普段の意地悪な皮肉じゃない言葉が出てくるのは驚きだった。本当に学校の外だと少し態度が変わってるのだろうか。とにかくキッチンへ行こう。なーに？この重たいカバン持ってってくれないの？おもてなしの心はどこに行ったのよ、ルミネ。ああ。なんで俺がそんな紳士みたいなことしなきゃいけないんだよ。そこは紳士であってくれよ。キッチン行こうということはまだ玄関なんでね。この背景的にはキッチンだけど。重すぎだろ、これ。私はそれをここまで運んできたのよ。感心したかしら。なるほどな。確かに感心したよ、夏希。またお前を見直すことになった。私が小さいからでしょう。このバカ。夏希は俺の胸を拳で叩いた。おいおい。体型は関係ないだろう。そんなに小さいのが嫌なのか？嫌というわけじゃないわ。たまに私を小さいからって見くびる人たちを見返してやることがあるの。それは気持ちはね、わかるよ。なんかね、小さいだけでいろいろ言われるよな。別に重たいものは持てるんだけどな。まあ多少手が届かないところだったり非力なところもあるかもしれませんが。
小さいけど人の先を行くことがあると楽しいもの。でも、もうなんでもないわよ。何言わせようとしてるのよ。学校じゃないからって変なこと聞き出せるなんて思わないでよね。で、いつになったら始めるの？教えることはたくさんあるんだけど。ほのぼのパート始まったな。何よ。そうしてる方がお前らしいな。そうやって思ったことを言ってるお前の方が一緒にいて楽しいよ。キザなやつめ。ちょっと本当に子供扱いしてるじゃない。ちょっとだけあんたに優しくなろうと思っただけよ。それに、ユリみたいに大人っぽくってセクシーな体型じゃないからって私を、かわいい。いいんだよ。そんな君が好きな人もいるよ。夏希。今のは忘れなさい。何も言ってない。謝らないといけないな。俺に優しくしようとしてくれてたのは嬉しい。バカ正直主人公。俺ももっと思いやるべきだったな。それと、お前みたいに小柄な子が好きな男もいっぱいいるから心配することはないぞ。おっきいのちっちゃいの論争あるよね。なんか今日さ、でっかいタッパの女はいいぞ選手権みたいなのが開かれてて、多分流行ワードみたいなトレンドに入ってたよね。それでさ、ありとあらゆるバイオハザードだったりさ、いろんなジャンルのおっきい女が、我のことみたいな反応してて可愛かった。そんなことどうやってわかるのよ。これだけは信用しろよ。キモ。おい、今の俺に向けて言ったのか？他に誰がいるのよ。たく。さっさと始めるぞ。あんた女の子にキモいって言われたら不機嫌になるのね。そりゃそうだろ。キモいって言われて喜ぶタイプの方がキモいだろ。やった、あんたの弱点を見つけたよ、ルミね。夏希は不敵に笑った。勘弁してくれ。まあ、夏希がそうやって俺をバカにし続けるなら俺も反撃するが。けど今のところは満足したようで、ようやくカバンから道具を取り出し始めた。Let's cooking! キッチンがぐちゃぐちゃになるまでそう時間はかからなかった。スプーン、汚れたボール、小麦粉、こぼれた液体にプラスチックの袋などがカウンター中に広げられている。ミキサーが小さすぎて一度で生地を作れなかったから何回かに分けて作ることになった。一方、夏希は彼女の大事なお菓子作りが台無しにならないよう俺の子守りをしていた。子守りとか言っちゃうんだ。まああんまりね、料理慣れてない人っていうのはまあいますからね。何事も経験よ。でみね、着色料はどこに置いたの？もう少しで生地をオーブンに入れるからトレーに乗せていかないと。テーブルの横の袋にまだ入っているはずだ。何に使うんだ？生地に色をつけるのに決まってるでしょ。トレーごとに別々の色のカップケーキを作るの。そうすれば味は一緒でも選択肢は増えるでしょ。いやー、なるほど。可愛らしいアイデアじゃないか。アイシングも同じようにしないのか？そうしたい？俺に聞くのか？俺は別にこだわりはないし。生地がカラフルなカップケーキはアメリカ流。確かにこれ海外だもんね。そっか。カラフルカップケーキ。ハワイとかさ、でしかアメリカ行ったことないんだけど、死ぬほどカラフルなケーキなんだよね。ビビットカラー。あれ体に悪そうだけど、なんかそういう色のやつじゃないと逆に食べた気がしないというか、多分ね、向こうの人たちは自然派な感じの食べ物ね、あんまり惹かれないんだと思う。はい、ヤミさんが。料理は、経験値だから、何事も。下手かどうかじゃなくて、経験があるかどうかだから。ね、なんか料理のセンスがないみたいな言う人いるけど、だいたいレシピ通りに作っていけば料理なんてものはできるんですよ。何よ、それ。全然打ち込んでないじゃない。せめて楽しむ気はないの？
楽しんではいるぞ。夏希は俺にどうしてほしいのかあんまりよくわからない。その間、夏希は生地をいくつかの小さめのボールに分けて、それぞれに着色料を数滴落としていく。お、確かに見た目がいい感じになったな。でしょ？お菓子作りってただ説明通りに作ればいいってものじゃないのよ。楽しみながら工夫を凝らすことで見栄えが大きく変わるんだから。見ただけでみんなの顔が明るくなるような見た目にした方が100万本よりがいがあるもの。その理論なのか。その理論でカラフルパーティーお菓子はできてるのか。見ただけで楽しくなる。なるほどな。ホスピタリティなんですね。カラフルな、カップケーキって。俺が入部した日に、俺が入部した日に作ってくれた時みたいにか。猫の形をしたカップケーキを誇らしげに見せつける夏希と、それを見たさよりとモニカの喜ぶ顔を思い出す。俺もあんな風に夏希を喜ばせることはできるのだろうか。そうだな。それなら着色料を使おうかな。分かってきたみたいじゃない。でもアイシングが完璧に混ざるまで着色料は触るんじゃないわよ。だいぶ混ざってきたよ。楽しみながら工夫変えたら料理失敗ちょっと炭火になってたみたいですけどね。いや、料理と求められるものが違うかもしれない。料理とお菓子は。お菓子はなんかプラスアルファしやすいけど、ね、形とかで。料理プラスアルファしようと思うとなんか大体失敗する説ない？味付けとか、火加減とか。ねえ。電動ミキサーは生地を混ぜるのに使っていたから、俺は大きなボウルに入ったアイシングを泡立て器で混ぜていた。まだダマだらけじゃない。やる気あるの？いや、あるけど、もう少しだけかかるかもな。このままじゃ日が暮れるわ。ほら、貸しなさい。夏希は俺から泡立て器を掴み取り、もう片方の手を使ってボールを傾けた。とにかく叩きのめす勢いで混ぜ合わせないとダメよ。数秒後にはアイシングは滑らかになっていた。あらね。見せつけるように夏希はアイシングを指に取って口に入れた。俺もしぶしぶ同じようにしようとした。ちょっと！突然夏希が俺の手首を掴んだ。私のアイシングにあんたのキモい指を入れないでくれる？お前のアイシングだと？ほとんど混ぜ合わせたのは俺だろ。俺は抵抗しながら指をボールの方へと伸ばす。次はあんたを叩きのめすわよ。やれるもんならやってみろ。俺はさらに強く抵抗して指が届くギリギリのところまで到着する。そんなことしたら、ひっくり返すよ。ちょっと。アイシングを指に取ることに成功した瞬間、俺は夏希に全力で引っ張られた。夏希に引っ張られた勢いで俺はよろめき、夏希もつられてよろめく。キモ！顔についちゃったじゃない。誰のせいだよ。夏希の方に大きなアイシングの塊がついてる。夏希は舌を伸ばして舐め取ろうとするが、遠すぎて届かない。何よ、まったく。貸してやる。夏希は指でアイシングを拭き取ると、それを俺の顔めがけて押し付けようとしてきた。させるか。俺の方が早い。俺の顔に届く前に夏希の手首を捉えた。こいつらさ、イチャイチャしてないか、ひょっとして。ひょっとしてなんだけど、イチャイチャしてないか楽しそうで何よりなんですけど、さゆりちゃんのこと考えてあげてね。夏希は抵抗してもう片方の手で応戦するが、そちらも俺が捉える。そんな、いけません、お姉様。それはちょっと、ねえ。そんな、両方とも、それはちょっと、メッセージありがとうございます。かわいいけど、こんなさ、心を許しちゃっていいんですか？
ねえ、自分より体育の大きい相手にこう、両手を塞がれてるってね、あまり心穏やかな状況ではないはずなんですけど、いやー、可愛いですね。唐突な戦闘というか、じゃれ合いというか。そう、壁だとしたらだいぶ壁ドンだよね、これ。やめなさいよ。俺をキモいって呼んだことは謝ったらな。もう、わかったよ。キモいって呼んでごめん。本気じゃないの分かってたでしょ。あんたの反応が面白かっただけよ。あんたがいつも私にしてることでしょ。私の反応を見るために変なことばっかり言って。そうやって女の子をからかうんじゃないわよ。ほう？じゃあ、こういうことをするのもよろしくないのかな？あお客様お前そういうことすんのかダメだろそれは付き合ってないのにお前それは引っ叩かれて文句は言えねえぞ。お前文芸部でこれからいじめられても文句言えねえからな。嘘だろ。ちょっとライン超えてないかそれは。今までのは全然じゃれ合いで許せたんだけど、それはさすがにお互いの気持ちを確認してない状態でのそれはキモくないか？キモいぞ。大丈夫か？なつきちゃん困惑。そりゃそうだよ。いや、さすがにいくらいい雰囲気だからってそれはちょっとダメだろ。普通にダメだろ。ドキドキよりも若干気持ち悪さとかドン引きの方が上回ってるんだけど。今本気で、夏希はあまりに驚きすぎてどう怒ればいいのかわからない。そりゃせやろな。すぎるわ。はあ、やりやがったなこいつ。顔が真っ赤になっている。はあ。その気がないなら女の子にそういうことするんじゃないわよ。わかってるでしょ。せやな。それはどういうこいつどういう意味でじゃねえよ。お前が分かってないから。おい、ちょっとなんだいきなり。はあ。なんで急にこんな雰囲気になったんだ。お前がしたことの結果だが。俺は、夏希は無言のまま俺を見つめる。彼女の呼吸が浅くなっているのに気づく。なんで俺は急にめまいがしてるんだ。何この展開。どこがともなく火災報知器が鳴り出した。夏希は大急ぎでオーブンの方へ行った。何か焦げてるのか。まだカップケーキは入れてなかったはずだろ。通りで汚れたトレイが入れっぱなしになってたじゃない。バカ。どうやったらそんなミスができるのよ。オーブンつける前に確認するべきだっただろ。私のせいにしないでよね。夏希はオーブンミットをつけて黒焦げになったトレイをオーブンから取り出した。ジョンさん、はい、good evening. What's up? 来てくれてありがとう。Thank you for coming today. ありがとうね。Today I play ドキドキ Little Lecture Club。めまいがしたってそういうことかってね、思いますね。
いやー、まさかの、なんか急に鬱展開始まるかと思ったら、火災報知器なってたわ。危なかった。さてと、カップケーキオーブンに入れるわね。ああ。さっきの雰囲気がまだ空気を漂っている。だがあの瞬間はもうなくなってしまった。夏希がカップケーキのトレイをオーブンに入れていくのを眺める。そして俺もしぶしぶ泡立て器を手に取って何事もなかったかのようにアイシングを混ぜ合わせるのを再開した。すごくいい匂い。カップケーキが焼き上がった。夏希がオーブンのドアを開けるとそこから暖かくて甘い匂いのした空気が吹き出し部屋中に広がった。見て、すごく可愛いわよ。様々な色のカップケーキの乗ったトレイを誇らしげに見せてくる。アイシングを乗せればもっと良くなりそうだな。あんたに言われなくても分かってるわよ。デコレーション用のものをいろいろ持ってきたから頑張ってやりなさいよね。はい、アイシングをこの袋に入れていって。夏希は俺にプラスチックの袋をいくつか渡してきた。このノズルから絞り出せばアイシングがふわふわになるのよ。こっちのなんか花も作れちゃうのよ。今日は多分使わないと思うけど。こっちは何に使うんだ？俺は他のよりも先端が細いノズルを手に取った。それはすごく細いからストライプとか細かいパターンを作るのに使うの。でもケーキに文字を書くのにも使えるわ。お誕生日おめでとうとかそういうのよ。ああ、なるほどな。それを聞いて思いついたんだが。ね？これって文芸の出し物だろ？ならカップケーキ一つずつに違う言葉を書いていくのはどうだ？みんながどの言葉のカップケーキを選ぶか見るの面白そうじゃないか？どうせすごくバカみたいなことを言い出すって思ってたのに。予想に反してすごく可愛いアイデアだったから。お前の影響かもな。それってどういうことよ？私可愛くなんかないし。大丈夫だって。学校じゃないんだから気にするなよ。そんな格好して、そんな振る舞いをして、可愛いって思わないわけがないだ。こいつ天然たらしとかそういう類の、なんかさ、そうやってさらっと言うの良くないよ。たらしだよ。あんまりさ、その気がない女の子かどうかわかんないけど、その気がない子にそういうこと言うのダメだよ。さらっと。それは、夏希の声が次第に小さくなっていく。あんただって。何か言ったか？いえ、なんでもないわ。それよりアイシングを乗せていきましょう。夏希は急いでそれぞれの袋にノズルをつけた。たくさんあるんだから、時間を無駄にしてる暇はないわ。ほら、やり方を見せてあげるから。俺にさっきのことを考える暇も与えず、夏希はさっさと作業を進めていく。アイシングの乗せ方を教えてくれてから、俺たちはそれぞれ仕事にかかった。ようやく終わらせると、夏希はカップケーキを全部並べて、俺たちの努力を称えるように眺めた。全部一緒に並べると、本当に綺麗ね。ああ、本当にそうだな。今食べられたらいいのに。なら、食べてもいいんじゃないのか？何も問題ないと思うけど。それはそうだけど、今日はパパが晩ご飯を作ってくれるから、それまであまり食べないでおきたいの。そこは沙織とは正反対だな。もしこの場にいたらもう10個はなくなってるぞ。その上晩飯も食べるだろうし。何よそれ、食べ過ぎでしょ。それにパパがご飯作ってくれるときは、できるだけたくさん食べないといけないし。まあ、とにかく、漫画でも読む暇があればよかったんだけど、晩ご飯までに帰らないといけないから。ああ、もうそんな時間か。ねえ。難聴系だった？いやー、パパ、ちょっとやっぱ厳しいね。で、いっぱい食べないといけないってなんかちょっと強要されてる感じもして良くないですね。ちんたら作業してたあんたが悪いのよ。もうちょっと考えて行動してほしかったわ。
こんな機会めったにないんだから。はあ。いつも通り夏希は全部俺のせいにしてる。明日カップケーキ持ってきてくれるわよね。さよりと二人で手分けしたら一度に全部運べるはずだから。ああ、持ってくよ。あと、あいつには食わせないから安心しろ。あいつ、あんたが言うくらい私の言うことも聞いてくれたらいいのに。ああ、そうだな。今日、さよりと話した時のことを思い出す。あの時、俺は無力だった。いつもなら俺の言うことを聞いてくれるのに、あの状態だと何も聞き入れてくれないようだった。よし、荷物は全部まとまったわ。今日はお疲れ様。お疲れ。外まで見送るよ。そうして夏希はもう帰ろうとしてる。一日はあっという間に過ぎていってしまった。そんなことより、この機会でちゃんと夏希ともっと親密になれたのだろうか。それじゃ、もう行くわね。手伝ってくれてありがとね。また明日。待て、夏希。さっき言ってた、めったにこんな機会はないってやつ。そんなこと全くない。今日は楽しかった。お前も望んだ通り、俺にお菓子作りの楽しさを教えてくれた。それはさておき、いつでも遊びに来ていいから、な。できれば、たらし野郎こいつ、たらしです。こいつ、こうやって、なんか、口触りのいいこと、耳触りのいいことをいつも言っています。こういうセリフをさらっと言えるのをさ、どうかと思う。どうかと思う。お付き合いしてない相手にそういうこと言うのはどうかと思う。まだ恋を伝もどかしいですね。空が明るいのは、確かにまだちょっとだけ明るいけど、まあ、半袖だし季節にもよるんじゃない？漫画を読むのもいいし、どっかに出かけたければ。ねえ、それ本気で言ってる？夏希は本性を隠すかのように俺を張り詰めた様子で見つめる。おお、もっとお前と一緒に過ごしたいんだ。くー、恥ずかしいやつめ。ルミネ、あんたはこれを終わらせることにしか興味がないと思ってたのに。今日は早く帰らないといけなくてごめん。本当は帰りたくなかったの。できればもっとここにいたかった。かわいい。デレだー、デレてる。かわいいですね、なつきちゃんね。私もあんたと同じ気持ちだから。近い近い。ありがとうございます。近くないですか？待って、なつき。俺から数センチしかない距離で立ち止まって、なつきは俺を見上げた。そんな。苦しい。俺に捕まるかのようにシャツをそっと掴むのを感じる。顔、自分には存在しなかった青春を今感じて心が痛くなっている。少しだけ開いた唇に目の色と同じくらい赤くなった方をした顔で視界がいっぱいになる。苦しい。何が起きてるんだ。夏希の柔らかな呼吸を感じていると目が回り、またか。お前、なんか、めまい系か？めまい系主人公か？ここしばらく感じてたことがあるんだけど。夏希が突然後ろに引いた。さより？さより違うんだ。待ってくれ。違うんだ。さよりさより違う。さよりじゃあ、今の違く
もたれかかってただけで。やっほー、ルミネ。さより、俺たち、今、いいんだよ、ルミネ。ただ、挨拶しに来ただけだから。もっと早く来ればよかったのに。私ももう帰らないといけないし。そうなの？残念だな。まあ、明日文化祭で会えるんだからいいわよね。それまでにカップケーキは食べるんじゃないわよ。ということで、じゃあね。明らかに動揺した様子で、夏希は急いで帰っていき、さよりは彼女に向かって手を振った。俺たち置いていくなー。気まずいんだが。さより、今日は来ないって言ってたじゃないか。それは、部屋にいようとしたんだけど、私の想像がすごく意地悪をしてきたの。だからここに来て自分の目で見たくなっちゃった。見るって何を？一体何の話をしてるんだ？なんかさ、この主人公やだよ。急に鈍感になったりさ、急になんかかっこいいこと言ったりさ、人の心を振り回しすぎ。よくないと思います。それは、なつきちゃんとどんなに楽しそうにしてるのかを、そしてどんなに距離が縮まったかを、私すごく嬉しいんだ。ルミネにいい友達ができて、それが私にとって一番大事なことだから。さよりの顔に涙が伝え始める。それが一番大事なことなの。なのに、なんで私こんな気持ちなの？ルミネ。私、ルミネのことを思って嬉しいはずなのに。なんで心臓が真っ二つに裂けそうな気持ちなの？すごく痛い。全部、すごく痛い。どうすれば、俺っちはどうすればいい？そうだよな。片思いって苦しいよな。そうなんですよ。でもさ、仕方ないことではあるんだけど、生地こうさ、うつ状態の時に悲しいこと、苦しいことが起きてるのを見るのは辛いと思うんだよな。いやー、片思いってうつと同じぐらいかそれ以上に辛いもんね。私なんか消えちゃえばいいのに。それ言うな。本当のことだもん、ルミネ。私がここにいなければ、ルミネも私に同情せずに済んだのに。私のわがままに付き合わせることもなかったのに。モニカちゃんが正しかった。私なんか。モニカが正しいって何が？さより、俺がさっき言ったことは本気だ。こんなことこれ以上続けさせない。お前を思うことはお前が考えてるような重荷になってない。それは俺が嬉しくなることなんだ。これは何にも変えられない。いやーでもさ、主人公くんさ、さよりのことは幼馴染として思う。それはそれとして、女の子として、夏希のことも好きみたいなさ、それはさ、この子の前では成立しないんだよ。それは、一番近くで、一番苦しい状態を見守っていてくれって言ってるのと同じだからさ、どっちかを取らないといけないよ。
そんなね、両方ともに都合のいいことなんてできない。それはね、いや、どうなんだろう。さゆりがもう純然たる、本当に幼馴染としての気持ちだけなんだったら、幼馴染としての依存心だけなんだったら、満たしてあげることはできるかもしれないけど、そこにね、生地恋愛感情がもしはらんでいたとしたら、どっちかは取らなきゃダメだよね。結局、両方にいい顔してたら、どっちも不幸にするだけなんだよ。うん。だから、たとえ一生かかろうとも、お前が痛みを感じなくなるその日まで、俺はずっとそばに。そういうことを気安く言うんじゃありません。そういうことをね、この主人公はね、気安く言ってくれるけど、一生とかね、ずっとそばにいるからなんてね、そんなね、生半可な覚悟で言うんじゃないですよ。ねえ。どうするんですか？本当にずっとそばにいるんですか？大事な人ができてもですか？無理でしょ？その状態は、さおりちゃんは辛いと思うけどな。でも、さよりは目をそらした。俺は彼女の不安を払拭するために肩に手を置いた。私怖いの、ルミネ。すごく怖い。何が怖いんだ、さより。ルミネが、私を好きな気持ち以上に、私がルミネを好きかもしれないってこと。さより？そうなんでしょ？私が弱いから、ルミネを好きになりすぎた。自分にこうしたんだ。好きすぎて死んじゃいたいぐらいなの。そうだよな。その気持ちさえ消せたら幼馴染のまんまで、幼馴染ってだけで十分幸せでいられてよかったのにな。十分さ、幼馴染としての愛情だけで満たされてさ。そんでもって、なつきちゃんと二人の行く末も祝福できて、文芸部のみんなと仲良くなるのも祝福できてっていう自分であれたはずだけど、好きすぎるんだよな。独り占めしないことにはね、多分その悲しみは全部の愛をもらわないことには収まらないでしょねえ。それが私の気持ち。だから。もういい。うわ、ひどっ。もういい、さより。これ以上お前に苦しんでほしくない。さよりの腕を伝えながら手を下ろし、彼女の手をぎゅっと握った。BGM も前、コンフェッション。こっちはちゃんとこっちの意味の恋愛的な告白なのかな。お前のことは俺が一番理解してるって前に言ったよな。まだその言葉を信じてるか？何も言わずにさよりはただうなずく。自分の気持ちがわからなかったとしても、お前が必要なものは俺が知ってるから。本当かな？本当かな？与える、さおりちゃんに与えるだけじゃダメなんだよ。自分が何かを手放す覚悟もないと一生いられないよ、一緒には。ねえ。そう思うけど。そしてそれを今からお前にやるんだ。何？うわ嘘でしょ？ここでこの二択来る？えぐいって。嘘セーブするので、はい。いや、この話、どっちもダメ。どっちもダメすぎるんですけど、待って、どうすればいい？さ
さ、ここで好きだって言ってさ、そっちのルートに進むのもさ、なんか嘘じゃない？それはさ、沙織を救うための嘘だ。優しい嘘になっちゃうよ。だけど、この流れで大切な親友だっていうのは、沙織が求めているやつね。はー、恐怖降参。あ、こんばんは、こんばんはでございます。来ていただいてありがとうございます。答えはシンプル。はじめまして。今、窮地に陥っているんですけど、お前が必要なものは俺が知ってるからとかさ、そんな大口叩いといてさ、でも、さよりが欲しい気持ちなんてのは、親友じゃ飽き足らないからこそこの子は苦しんでるんだって。ただの友達だったら、こんな苦しんでないから。ねえ。そうでしょ？ねえ、ただの友達でよかったらさ、別に、夏希とのことだって応援できるし、みんなと仲良くなってることに対して苦しみを抱かなくてもいい。そうだろ？お任せしますよ。はい。僕がね、決めるわけなんですけど。ここでいきなり好きだって言ってもさ、さよりはさ、ありがとう、優しい嘘だねってなるよ、絶対。そんなね、心にもない言葉をさよりは求めているか？お前はずっと、心にもない言葉だと思う。だけど、求めているのは、言葉じゃなくって、表面上で好きだって言われることじゃなくて、本当に、心をすべて傾けてくれることが本当の望みなんだけど、それは現時点では多分叶わない。叶わないと思う。いきなりこの瞬間になったら人が集まってくるのみんなひょっとして狙いすましてた？いい頃合いだな。ちょうどいいタイミングだなって思ってた？助けてー、マムルさん。はい、こんばんは。どうしようっていうところなんですけど、さよりさー、もうちょっと悩まして。だってさ、好きだってここでさ、この流れでさ、今まで幼馴染としか絶対意識していなくって、いやまあ確かにさゆりが欲しいのはこっちだ、好きだっていう心だよ。主人公にその覚悟があるのか？そうすればまあ確かにこの場は収まるし、まあたとえそれが恋愛的なドキドキな好きじゃなかったとしても、思い入れみたいなね、大切にする家族だっていう感覚からもう救いたいんだっていう一心で好きだってなるのはまあ、ありっちゃありだけど、お前はずっと俺の大好きな親友だ。こっちの方が主人公的には真実ではあると思う。真実なんだけど、真実を告げましょうか。始めた物語。そんな。沙織が始めた物語だよ。でもさ、責任責任か、真実か。責任か、真実か。だってさ、この上の選択肢選ぶんだったら、さっきまで言ってたことをしっかり実行していく必要があると思ってて。さあ。たとえ一生かかろうともお前が痛みを感じなくなるその日まで俺はずっとそばにいるかを実行する。どっちも違う気がするんだけど。この流れでさ、
大切な親友だっていうの全然分かってないってならん？お前が必要なものは俺が知ってるからって言ってさ、親友だって、かっこ絶望ってならん？そうだよね。うん、知ってた。絶望。これは恋心。そう自分に言い聞かせて、さよりの心を救うか？さよりの心を救う。さよりさよりの心を救いたいけど、でも、本心じゃ、そういう義務感で一緒にいるみたいなのね、最初はできても、絶対相手に伝わってくるんだよな、結局。一緒にいる時とか、接し方とかで、相手がどう思ってるかなんて、そんなね、言葉上で言ってもダメです。ダメです。こっちが真実です。はい。というわけで、お前はずっと、俺の大切な親友だ。お前に必要なことは全部今まで通りのままであることだ。モニカは正しかったんだ。俺が入部してからお前がどんなに楽しそうに部活で過ごすようになったか教えてくれた。今は難しい気持ちを抱えて苦しんでいるのはわかる。だがな、俺を信じてくれ。何がお前にとって最善で、どうすればお前が幸せになるか分かってるから。何もかも元通りす。口だけやろーこいつ本当に分かってる？さゆりちゃんの気持ちまで含めて全部分かってる？お前。分かった。さゆりは微笑んでいるが、信じられないほど痛々しい微笑みだった。胸をぐざっと刺されるのってこういう気持ちなのかな。これで詩が書けそう。さより、大丈夫だよ。ただの罰だから。覚えてる？わがままの。だからお願い。お願いだから、こんなバカみたいな気持ちの心配をしないで。ルミネが正しいよ。この道に幸福なんてないってことは分かってたことだった。それがここに来た理由。私が必要としてた答えを聞くためで、ごめん！最後の切り札を渡してごめん。でも、この気持ちが、本当の気持ち。さおりは大事な親友だけど、そういう相手としての好きじゃないと思う、主人公くんにとっては。それで満足できる精神状態にお願いだからなってほしい。さっき言ってたこと、全部今まで通りになってほしいっていうのも正しかったんだ。今それに気づいたの。本当に誰より私を理解してるんだね、ルミネ。ルミネなら何でも信頼できるよ。本当に何でも。だから。とうとうさゆりの笑顔が崩れる。不意に振り返り、膝を抱え込む。彼女は両手で頭を抱え、あらんばかりの悲鳴を上げる。俺はショックのあまり、どんな反応をすればいいのかわからなかった。そうだよな。実質的にまあ、この流れであの返事って、まあ、振ったのと同じだもんね。さゆりは走り去る直前、後ろを振り返り、もう一度俺にか弱く微笑んだ。さゆり！俺はどうすることもできずに、俺の家の前に立ち尽くしていた。
なぜ俺は罪悪感を感じているんだ。これ以上俺にできることはない。俺ができることは、さよりを支えてやって、正しい道へと導いてやる。お前の歌を歌ってしまうよ。よくもまあ、そんなことをイケシャーシャーと言えるな。主人公さ。今は自分が崖から突き落とすみたいなことしたの分かってる。いや、自分がね、選んだ道なんですけど。仕方ないかなって自分の気持ちに正直になって言ったよ。言ったけど、それがあの子のことどれだけ死ぬほど傷つけてるか、絶望の淵にむしろ追いやったかっていうのを分かってないのか。正しい道へと導いてやるなんてよくもまあずうずうしいことを言うね。だが俺もさよりと同じくらい彼女の気持ちをよく理解できていない。一番理解してるのは俺だみたいなことを言っておきながら。ね。こいつの主張には一貫性がない。軽々しい。彼女を慰めることはできるかもしれないが、もっと何かしてやったり、別のことをしてやれるのではと思わざるを得ない。難しいよね。望んでいるものが心だから、心までは嘘をついて与えてやれないっていう、それ以外なら全部与えてあげられるのにっていう。でも一番彼女が欲しているものは与えてやれないんですよね。全部元通りになるまで俺はこの思いにずっと悩まされるだろう。俺は自分の全力を尽くしてみせる。さよりはずっと俺の大切な親友だ。苦しい。そして俺はあいつが毎日笑顔でいられるように何でもしてやるんだ。苦しい。今日はとうとう文化祭の日だ。今日こそはさよりと一緒に学校に登校できるだろうと思っていた。しかし、さよりは電話には出ない。俺はさよりを起こしに彼女の家に行くことも考えたが、それは少しやりすぎかと思い遠慮した。一方、文化祭の準備はほとんどできている。なんとかトレイを重ねて慎重に運び、一人で全てのカップケーキを運ぶ。夏希からは何件もメッセージが届いているが、両手が塞がっていて返信できない。おかしなことに、俺はもしかすると文化祭について夏希と同じことを考えているのかもしれない。どちらかといえばさっさと文芸部の方を漏らしてさよりや夏希と一緒に文化祭を楽しみたいのだ。この後に及んでどっちも取ろうとしている。傲慢だね。自分にはどっちも手に取れると思ってるんだ。まあモニカのことだからきっと文芸部の出し物もいいものなんだろうけど。ルミネくん、あなたが一番乗りなのね。早めに来てくれて嬉しいわ。ねえ BGM なんかちょっとさないと不穏だからちょっと心がザワザワしますね。変だな。少なくともユリはもう来てると思ってたんだが。モニカは小冊子を教室の机一つ一つの上に並べている。おそらく俺たちが発表する詩が載っているのだろう。結局、俺はモニカが好きそうな詩を適当にネットから見つけてきて、それを提出した。だから俺はそれを発表することになっている。さやりと一緒に来ると思ってたんだけど、意外ね。あいつまた寝坊しちまって。あのバカ。今日は大事な文化祭の日なんだし、ちょっとは頑張ると思ったんだけどな。そうやって頑張るっていうのが、思えば思うほど難しくなるっていうのがさ、うつ状態じゃん。何も分かってないんだから。そう口に出してすぐ、さよりが昨日言っていたことを思い出した。そして彼女にとってはそう単純な問題ではないことに気づき、ひどい罪悪感に苛まれる。そうだ
俺はただいつもそういう風に捉えていたからそういう発言してしまったのだ。でも、もしかしたら起こしに行った方が良かったのだろうか。ルミネくんはもうちょっと責任を持った方がいいかもしれないわ。昨日あんなやりとりも交わしたばかりなのに。今朝まであの子を宙ぶらりんにさせちゃって。やりとり？モニカ、お前まさか知ってるのか？もちろんよ。なんて言ったってこの文芸部の部長なんだから。でも、恥ずかしくなって言葉に詰まってしまう。そりゃもうモニカに言ったのか？食ったという自覚はあるこいつ。まあさすがにそうか。振ったという自覚がありながら起こした方がいいのだろうかなの？力になりたいだろ？言ってたわけ？はああいつ？そうだとしたら俺はかなり悪い立場にいることになる。でも、あいつにとって何が最善かは、キーキー何この傲慢さというかさ、この沙織に対してのずうずうしさ、自分が一番わかってるという厚かましさは何？幼馴染だから？幼馴染ってそういうもんなの？何も分かってなかったくせに。それでも全部知ってるわけじゃないよな。なら。心配しないで。あなたが思ってるよりいろいろ知ってるのよ、私。ね。いつものように気さくなモニカだが、その言葉を聞いてなぜか背筋が寒くなった。ねえ、パンフレット確認しない？とってもいい感じに仕上がったから。ああ、そうするよ。机にある小冊子を一部取る。もうほんとだ、いい感じだ。これならみんなもっとこの部活のことを真剣に見てくれるだろうな。ねえ、私もそう思うわ。ページをパラパラとめくっていく。それぞれのメンバーの詩がまるでプロの仕事のような鮮やかさで印刷されている。夏希とゆりの詩は二人が練習の時に読んだものと同じみたいだ。なんだこれ。俺はさよりのページを開いた。そこには彼女が練習で読んでいたものと違う詩が載っていた。それに俺が今まで読んだことのない。私の頭から出ていけ。ああ。ああ。私の頭から出ていけ、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 私の頭から出ていけ。あなたにとって一番のことをしてしまう前に、私の頭から出ていけ。あの子に言われたことを全部聞いてしまう前に、私の頭から出ていけ。あなたへの愛を見せてしまう前に、私の頭から出ていけ。この詩を書き終えてしまう前に、私の頭から出ていけ。だけど詩に本当の終わりなんてない。動きを止めるだけ。
そうか。怖いよな。Get out of my head, get out of my head, get out of my head って言ってたんだ。そうだよな。頭から出ていけ。これを小冊子に載せるさゆりもさゆりじゃないね、モニカか。モニカもモニカだな。これはなんだ？この詩を読むととても胸がざわつく。ルミネくん？どうかしたの？いや、なんでも。いや、これさ、さゆり苦しかったんだろうな。だってさ、頭から出て行ってさえくれたらみんな万事解決して幸せになれるのにね。モニカさんよくこんなの本当だよね。えこんな心情のさトロ心の中身むき出しのものを天津さえ文芸部のみんなだけじゃなくてねえ文化祭なんていう場所に載せるだなんて。この詩はどう考えてもいつものさよりの詩と何もかも違っている。だがそれよりもごめん、ちょっと気が変わった。やっぱりさよりのこと迎えに行ってくるから。ああ、わかったわ。あんまり遅くならないでね。俺は急いで教室から出た。無理しないでね。モニカなんかね、どこまで知ってるんでしょうね。モニカが呼びかけるのが聞こえる。どんどんペースを上げていく。俺は何を考えていたんだ？もう少しさゆりのために頑張るべきだった。あいつを待つことや朝を起こしてやることなんて簡単なことじゃないか。単に一緒に学校に行くだけでもさゆりは幸せになるのに。しかも、俺はつい昨日いつも通りの日常を共に過ごすとあいつに言ったばかりじゃないか。彼女にはそれが必要で、俺もそうしてやりたかった。俺はさゆりの家に着いてドアをノックした。電話にも出ていないから返事がないのも当然だろう。昨日のようにドアを開けて入った。さゆり？あいつ本当にぐっすり寝てるな。唾も飲む。こんなことをしている自分が信じられない。彼女の家に上がり込んで起こすとか。違う。幼馴染としてです。これは幼馴染としてです。違います。そういうことは頭からもう追いやってください。違います。何にせよ。こうするのが正しい気がする。さゆりの部屋の前に着いた俺はドアをノックした。さゆり？早く起きろよ、寝ぼすけ。反応はない。こんな感じであいつの部屋には入りたくなかったんだが、なんだかプライバシーの侵害みたいじゃないか。幼馴染はどこまで許されるかっていう問題はありますね。まあでもさすがにさちょっと大きくなってきて、しかも相手のさ恋心を知ってしまった状態だとちょっと入ってしまうのはねよろしくないんじゃないかなっていう気はするんですけど。でも他に選択はない。入っちゃうの？俺はゆっくりとドアを開ける。いやー、やだー、やだー、開けちゃうのよくないってば。い、あ、いや、はBGM、BGM やばいって。これいつもの BGM のやつじゃん。なんでこんなゲーム的な表現なの？ある程度さ、心の予想、心構えはしてたんだけど、
なんでこんなゲーム的な表現例外が発生しました。ファイル、違うじゃん。ここはゲームの世界じゃないじゃん。間に合わないのかな。なんだよこれじゃなくって。間に合わなかったかな。何なんだよこれ。これは悪夢なのか。そんなこと言ってる場合じゃないって。そうに違いない。こんなの現実じゃない。現実逃避してる場合じゃなくて早く助けようよ。そこまで行く？せめてさ、自称してるとかさ、ぐらいでとどまっておいて、もっと文化祭行こうって言ったじゃん。それがこんなことをするわけない。だからお前は何も分かってない。主人公は何も分かってない。何も分かってない。こんなことをするわけないって思ってね。ほんの数日前まで何もかもいつも通りだったじゃないか。それをお前が壊したんだよ。信じられないとかじゃなくてさ、つい昨日ずっとそばにいてやるって言ったばかりなのに、無責任な発言をして振るからだよ。絶望に追いやったのはお前だよ。でも、ひとえに心の弱さ。望みは分かってるから何もない。そんなわけないでしょ。望みの一つ、行為の一つも返してやれなかった自分を、いやもう何もできないって知るべきだった。だったらなんであいつはこんなことを。なんでじゃないんだよな。なんて俺は無力なんだ。俺が悪い。俺が日常を壊して、俺が日常を。さよりになんて愛の一つも返せないのに、何でも分かってるなんて言って、一緒にいるなんて簡単に言葉だけで言って、日常を取り戻してあげるなんて、そんなこと一つすら守れない俺が何ができるって言うんだよ。何を間違えたんだ。言葉選びでと行動。そう、もっと寄り添い方は違うものであるべきだった。一緒にいてやるべきだった。幼馴染だとしても心を尽くしてもっとできることがあった。告白を受け入れなかった。それ自体が問題ではない。告白を受け入れられないなんてことはさよりも分かっている。分かった上ででもどうしようもなくって言ってしまったんだ。彼女の心を壊してしまうと分かっているんだったら、もっとアフターフォローをしっかりするべきだった。あいつの苦悶の叫びが未だに耳の中に残る。
バカバカバカ野郎、本当にバカ。そりゃ本当に俺のことを必要としていたのに、なんであんなことをしてしまったんだ。たとえ本物の行為は返せなくても、寄り添い方はもっと別の寄り添い方があったはずだよ。なんて俺は自分勝手だったんだ。そうだよ、自分勝手で浅ましくて傲慢だよ。全部俺のせいじゃないか。まあでもそうとも言い切れないけどね。結局は心を持ってしまったからっていうところがある。コメント読んではいるんですけど、ちょっとごめん、心が痛くて痛い。どうすればこんなことにならなかったのか、頭の中で思考が駆け巡る。もしもっと一緒に過ごしていたら、一緒に学校に行っていれば、そしてあいつが2人の関係から期待してたことをしてあげられたの。でもさ、相手のことを救うために期待に応え続けるってさ、それも誠実じゃないと思う。いや、本心からさよりのことを好きになれたら一番良かったんだけどね。さよりのことを一番大事な女の子に一番好きな女の子にしてあげられたらよかった。そうすればこんなことにはならなかったはずだ。文芸部なんてもう知るか。文化祭なんてもう知るか。俺は今一番の友達を失ったんだ。小さい頃からずっと一緒だった友達を。さゆりは死んでしまったんだ。あいつを取り戻す方法なんて何もない。ゲームのようにリセットしてやり直すなんてこともできやしないんだ。たった一度しかないチャンスだったのにうかつだったんだ。そして死ぬまでこの罪を背負っていくんだ。まあ浅はかだったところもあるけど、でも結局は心の弱さ、沙織の心の弱さもある。こればっかりは。だって幼馴染としてはもう十分に大切にされてきたわけだから、それ以上を求めて苦しんでるのはどうしようもしてやれなかった。そこはさよりが自分で自分に対して折り合いをつけるべき点ではあった。主人公だけが悪いわけじゃない。俺の人生なんかさよりほどの価値ない。そっち方向に行くの？さよりの分まで生きろよ。でもあいつがして欲しかったことができなかった。そして今もう取り戻すことはできない。絶対に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 、終わるの？なんか文字化けしてるんだけど。絵描きとしての自分が苦しんでる。首つってる絵より苦しいかもしれない。
直視できない。苦しい。壊れちゃった。普通に絵描きとして苦しい。ちょっと。どうでもいい。やだ、何をこっからロードするんですか？てか、おめえ、これで1エンド終わっちゃったの？文化祭は？今セーブデータがこんだけあるんだけど。やだよ！ここでなんか、やり直しの効かなかったこの選択を俺は生涯心に留めて生きていくんだって誓ったもん。だってさ、ここでロードして、じゃあ人生やり直そうかってなるのはなんかちょっと冒涜的というか違わないか？それこそこの子たちをもう一回やり直すなんてゲームじゃん、そんなん。なんかそれは嫌だなって思うけど、でもここで回収していくことこそ DDLC の本会みたいなところはひょっとしたらねあるのかもしれないという、そうなんでしょうね、きっとね。いやーさよりなー、俺がもっとさよりに心を傾けていればよかったのか？最初っからさよりにしか目がないという風に進めていければよかったのか？待って。やだ！コメント欄怖いんだけど、なんだけど。何このさ、ニューゲームこれ。ここって最初何だった？ニューゲーム？やだ、コメント欄なんか怖い。僕の心情的にはもうここでこのエンドを心に留めて、これはゲームじゃないんだという覚悟で生きていくっていう選択をね取りたいところではあるんですけど、ドキドキ文芸部のことを隅から隅まで知るには多分これでは不足だろうと思うのでなんかね、ちょっとこの心情には反するんですけど、ロードしようかなと思います。でも基本的にはこれ見ていてやっぱり心が今辛いなってなっちゃった人とかは今のうちにもう遅いかもしれないけど、改めてね主張するのは、心が安全な場所で、平穏無事な時に見ていただけたらなと思います。というわけでさよりのことをねこっから救えるのかっていうのをちょっと一番最後の選択肢のところでやってみようかなと思います。さよりさよりやだ、違う、OK じゃない、全然 OK じゃない、全然 OK じゃないんだけど、やだ、
。モニカのこと知ってるの？久しぶり？久しぶりって何？そうだっけ？そうだっけ？そうだっけ？久しぶりなんだっけ？あ、お互いのことは知っているんだっけ？一番人気だった子、高嶺の花。何をしに来たんだ？部活のための道具を探しに。そういえばディベート部に入ってたのか、モニカちゃん。そうか。こんな話もしたことあったな。でもモニカまでさ、なんか登場シーンがさ、ぐちゃぐちゃってなるのさ、おかしくない？モニカはさ、壊れてないんじゃないの？ごめん、読み上げする精神力が今なくてごめん。新しい部活、前は文芸部何人ぐらい？もうまだ3人3人漫画は文学だってね、なつきちゃんがね言ってて、入部する部活を探していたりしないって誘ってくれるのか？モニカが誘ってくれる？今度なつきはいるのか？さよりよりはいるのか？モニカとその笑顔に魂を打った。さよりは？やれやれと思いながらモニカの後について校舎を渡り階段を登っていく。着いたのは学校の中でも普段は3年生の授業や活動で使用され、自分はめったに行くことがない場所だった。モニカは元気いっぱいに教室のドアを開けた。
これ僕読んでいくべきですかね。はあ、待って、心の整理がさ、そっか、一度壊れちゃった人間は元には戻らないよね。読んでほしい。わかった、読むよ。ちょっとお水飲むね。というわけでね、はい、ちょっと初めましての方もね、ダニエル・シンさんも来てくださっててありがとうございます。はい、 DDLC 遊んでおります。遊んでるというか遊ばれていると言った方が近いかもしれないんですけど、じゃあ、はい、気持ちを切り替えてちょっと読んでいきましょうか。はい、2週目です。ただいまー。それとお客さんも連れてきたわよ。女子記憶が、もう本当に、だからさ、読むっていう心持ちじゃなくなっちゃうから。お客さん？表記？男子連れてきたわけ？雰囲気ぶち壊しじゃない。夏希、そんなこと言わないの。とにかく、ルミネくん、ようこそ文芸部へ。つい言葉を失ってしまった。この部活は最高に可愛い子だらけじゃないか。お前2週目もそんなこと言ってたな。つまり、あんたはモニカの彼氏ってわけ？違う、そうじゃない。夏希ちゃん。なんだか当たりの強いこの女の子は初めて、頭が、初めて。小さい容姿からして1年生だろうか。とにかく、この子が夏希。いつも元気いっぱいで。そして、こっちがゆり、副部長なの。よろしくお願いします。おどおどして他の子に比べやや大人っぽいこの子はゆりというらしい。二人ともよろしく。教室でルミネくんに会ったから彼、部活を見学することにしたの。とっても嬉しいじゃない？待って、モニカ。誰か新しい人を連れてくるときは私に教えてって言ったよね。そいつが来ると分かってたら私…ごめん。忘れたわけじゃないの。彼とはたまたまそこで会ったから。それならせめてお茶でも出さないとですね。それじゃあお願いするわね。ルミネくんも座ったらどうかしら。机が並べられて作られたテーブルがある。ユリは教室の隅まで歩いていきクローゼットを開ける。その間にモニカと夏希はお互いに向かい合って座る。なんだか未だ気まずさを感じて、俺はとりあえずモニカの隣の席に座る。それで、あなたがここに来るつもりじゃなかったのは分かってるけど、でもあなたが居心地がいいって感じられるようにしてみせるから。文芸部の部長として部室を楽しくてワクワクするような場所にするのは私の義務だからね。木更木吹雪さんこんばんは。今ね、心をめちゃくちゃにへし折られながら2週目やってます。たまに叫んだりするかもしれないんですが、そこのところの音量調節は各自していただければ幸いです。はい、2週目です。それにしても部員が少ないことに驚いたよ。新しい部活を始めるのは大変だったろうな。そうかもしれないわね。新しいことを始めることに興味がある人が多いわけではないから。文学みたいに興味を惹かれないものだと特にね。みんなに楽しくて価値のあるものだと思わせないといけないわけで、そうなると文化祭のようなイベントはさらに重要になってくるわね。とてもキュート。かわいい。かわいかったね。ね。かわいいね。かわいいね、みんなね。私は卒業するまでにはこの場をみんなでもっと大きくできる自信があるわ。でしょみんな。そうね。夏希は仕方なく同意してる。こんなにも違う女の子たちがみんな一つの目標を目指しているとは。この二人を集めるのにモニカは相当苦労しただろう。彼女、ユリは慎重にみんなの前にティーカップを置き、カップケーキのあるトレイの隣にティーポットを置いた。教室にティーセットを置いてんのか？
大丈夫です。ちゃんと先生方の許可はいただいてますから。それに、温かいお茶があると読書もはかどるでしょ。ああ、そうだな。そんなに怯えなくてもいいわ。ゆりはただあなたの監視を引こうとしてるだけよ。そんなこと。からかわれてゆりはそっぽを向く。私はただ、わかってるよ。まあ、お茶を飲みながらの読書は馴染みのない習慣だが、お茶は普通に好きだから、この辺はまあ、同じ感じですね。やっぱ右下のかそんな定番ネタはいいのよ。セーブしとくのもてって言ったじゃんねえセーブしとくのもてって言ったよねセーブしとくのもてはねえマイドリップさんがねここまで第3回までずっとセーブしとくのもてってくそこの辺のセリフは同じなんですね。セーブのことはいけないなんでなんだよ変はいゆりはほっとしたかのようにかすかに微笑んでいる。ウミネさんは普段どんな本を読まれるんですか？同じところを読むのセーブデータが残るわけじゃないからそんな詭弁だよなんだ詭弁だよ騙していいとは言ってないぞ嘘だろ律儀にセーブしてたんですけどちょっとクラクラしてきた怒ったらちょっと同じセリフのところは飛ばしていいか飛ばすというか読まなくてもいいかクラクラしてきたちょっとでもね先が気になるからちょっと今日若干まだちょっと進めたい気持ちあるなつけちゃんもねなつけプレイズいやそうオッケーじゃあ頑張るよ頑張って読むよここ数年ほとんど本を読んでいないので何と答えればいいのか思いつかない漫画とか冗談交じりにつぶやく夏希の頭がピクンと反応した何か言いたげだが黙っているあまり読書家ではないのですね。今後の変化の余地はある俺は何を言ってるんだろうゆりが悲しそうに笑ってたから考えなしに言ってしまったそれよりゆりはどんな本を読むんだですねゆりは指先でティーポカップの縁をなぞる私は重厚で複雑な世界観を持ったファンタジーが好きなんですその世界観を支える創造性や職人芸の凄さといったら目を見張るものがあるんですよそのような異世界で語られる素敵なストーリーもまたとても感動的なんですゆりは読書についてとても情熱的に語り続けた俺が入室した瞬間から控えめでおどおどした様子だった彼女の目が急にパッと明るくなったことから察するに彼女は人より本の世界に安らぎを見出すのだろうでもね他にも様々なものが好きですよ奥深い心理要素を含む物語には思わず夢中になってしまいますね作家が読者の想像力不足を逆手にとって驚かせに来るなんてすごいですよねでも最近よく読んでるのはホラーなんです
ああ、ホラーなら俺も一度読んだことがあるな。俺は低レベルな自分が乗っかれる話題を必死になって掴む。こんな調子ではユリや石とでも会話してた方がマシだ。ユリ、あなたらしいわね。あなたの性格にぴったりというか。あら、そうでしょうか。でも作品に考えさせられたり、異世界に連れて行かれたりすると、本当にとどまらなくなってしまいます。シュルレアリスムホラーなんて少しの間だけかもしれませんが、世界の見え方が変わってしまうことだってありますからね。私、ホラーは苦手。あら、どうしてですか？だって、私、夏希の目が一瞬こちらに向けられた。なんでもない。確かに夏希は可愛いことを描くのが好きなものね。そうでしょ？はぁ？どうしてそう思うのよ。前の部活の時、夏希が下書きの紙を置き忘れてて、どうやら詩を書いてたみたいね。タイトルは、読むなぁ！それとその紙返して。はいはい。夏希って詩を書くのか？まあ、たまにね。なんか問題ある？いや、すごいなって。他の人に見せたりしないのか？嫌よ。sorry。夏希は目をそらした。そんな気に入られるようなものでもないし。まだあんまり自信はない感じか。夏希ちゃんの考えていることはわかります。その手の文章を見せるのって自信以上のものが必要なんですよね。自分に向けられた書き物こそが真の書き物だから。そういったものを見せるときは読者に対して心を開いて自分の弱さを晒し、自分の心の最も深いところすら見せるつもりでなければいけないのですよ。ユリも執筆の経験があるの？きっとユリが自分の作品を見せればいい見本になって、夏希が自分のを見せるときに気が楽になるんじゃないかしら。いやどうやらユリも夏希と同じみたいだな。みんな少しの間黙り込んだ。ねえ、一つ考えがあるわ。こうするならどう？夏希とユリはいぶかしげにモニカを見た。家に帰って自分の詩を書きましょう。そして次に会うときにみんなお互いに見せ合いっこしましょう。そうすればみんな平等でしょ？いい考えだと思ったのだけど。へえ。私もそう思います、モニカちゃん。そろそろみんなで一緒にできる活動を探すべきだと思ってました。私には副部長としての責任がありますから、やはり、部活と部員を成長させるために全力を尽くす必要があるので、それに新しい部員も加わったことですし、私たちにはちょうどいいステップだと思います。あなたもそう思いませんか、ルミネさん。なんか、あれだね。さゆりがいなくても、話って進んでいくんだな。なんかさ、図らずしもさゆりがさ、さゆりがさ、私さえいなければ、みたいに言ってたじゃないですか。なんかそれを体現してしまってるような心持ちで、ちょっと若干心苦しさがあるんですけど、ちょっと待ってくれ、一つ問題がある。何かしら？やっと俺が入部する話に戻ってきたところで、ずっと思っていたことをぶっきらぼうに口にする。俺入部するなんて一言も言ってないぞ。モニカに説得されてになってる。モニカに説得されて寄っただけで、まだ何も決めてない。まだ見学したい部活もあるし、あとは、話そうとしていたことが飛んでしまった。3人の女の子が失望の眼差しでこちらを見ている。でも、ごめんなさい、てっきり。女の子たちが視線を交わし、モニカが俺を見る。一人いなくても世界が回るはドラえもんの独裁スイッチで、そう、案外誰か一人がいなくてもこの世って回ってしまうんですね。モニカが俺を見る。本当のことを言わないといけないわね、ルミネくん。実は、私たち正式な部活動になるにはまだ人数が足りないの。最低4人は必要で。新しい部員を見つけようと本当に頑張ってはいるんだけど、文化祭まであと1人見つけないと。俺はこの子たちには無力だ。
こんな状況で俺が冷静な判断を下せると思うか？ここでみんなの期待を裏切るのもなんだか悪いし。それに文芸部の活動もまったりとした感じじゃないか。要するに、この子たちと毎日を過ごすために詩を書くことが必要だというなら、そうだな。よし、決めたよ。俺は文芸部に入部する。一人ずつ彼女たちの目が輝く。よかった。本当に入部してくれるな、ルミネ。ああ、きっと楽しいだろうしな。本当にびっくりしたんですよ。本当にあのまま帰っちゃってたら超怒ってたんだからね。ルミネくん、優しいね。これで私たちも正式な部になったね。本当にありがとう。あなたには本当に感謝してるわ。あなたが素敵な時間を過ごせるように精一杯お返しするわね。ああ、ありがとう。よしみんな。これにて今日の部活は終了ね。お疲れ様。みんな今日の宿題を忘れないでね。次回の部活で披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。ルミネくんが自分をどう表現するのか楽しみにしてるわ。俺なんかの3年の文章力でクラスのスターだったモニカにいい印象を与えることなんてできるのだろうか。俺はすでに不安が湧き上がってくるのを感じていた。ユリがティーセットを洗っている間も女子たちは雑談を続ける。それじゃあ俺はこの辺で。オッケー。それじゃあまた明日ね。待ちきれないわ。というわけで俺は部室を出て家に帰る。道中俺は何度も3人の女の子のことを思い浮かべる。夏希、ユリ、そしてもちろんモニカ。さよりー！幼馴染なんてさ、心の芯に根付いて離れないものだと思っていたよ。離れないものなんじゃないのか？こんな当たり前みたいに失ってしまっていいものじゃないと思う。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。一生罪を背負って生きていくってお前さっき言ったのに。何人生やり直そうとしてんだよ。何人生やり直そうとしてるの？そんなものはない。そんなものはないんだよ。この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるのだろう。特別な詩を読めるようになりました。特別な詩？待って、スクショは残ってる？さより。ちょっと待って、スクショってどこに保存されてる？スクリーンショットには俺たちの記録残ってる？スクショって、スチームのどこに保存されてるんだ？スクショ、見よう。どこだスクリーンショット。スクリーンショットマネージャー、ある。残ってる。よかった。ちゃんと残ってる。うん。パパの好きなところ、ちょっとさっきのスクショから読みますね。早く帰ってくるパパが好き。夕飯を作ってくれるパパが好き。お小遣いをくれるパパが好き。私のために時間を割いてくれるパパが好き。私の友達について聞いてくれるパパが好き。ね、ヒストリーだ。ちょっとね、見れないんで。私のすべてを聞いてくれるパパが好き。昼食のお金をくれるパパが好き。日没前に帰ってきてくれるパパが好き。料理をするパパが好き。私にプライバシーをくれるパパが好き。
服の着方についていちいち言わないパパが好き。友達にいちいち批判をつけないパパが好き。私の趣味にいちいち批判をつけないパパが好き。私を起こさないで帰ってくるパパが好き。家に食べ物を残しておいてくれるパパが好き。静かな声で話すパパが好き。私のものに触らないパパが好き。ソファーにコインをうっかり落としちゃうパパが好き。疲れすぎて私のことに気づかないパパが好き。疲れすぎて何にも気づかないパパが好き。何事にも飽きてるパパが好き。これパパのとの関係性っていうところでさ、やっぱり夏希ちゃんってパパとの関係がちょっとね、なんかちょっと束縛激しめというか、結構お堅い規律があるお家なのかなっていう感じはしてたんですけど、これ読む感じだと好きというかねえ、本当に愛されてるわけではなくって、自分の支配下に置きたいモラハラ臭がすごいですね。我が子を自分の支配下に置いて、こう自尊心というか満足感を得たいタイプのパパの匂いがします。なんてドキドキするゲームなんだ。本当だよ。あ、このセーブは有効なんだ。いや、とりあえずセーブしたんですけど、これどこまでどんな感じで続くんだ。本当にさゆりがいないままこのままガチで何日目、割と3日目とかまで続いていくのか。パパ、そう、夏希のパパ。あ、なんかさ、色がつく。あ、でもこれは選ぶ用の色か。全部同じか。いやー、ちょっとここで一旦今日はね、配信も長時間になってきてるから終わりにさせてもらえますか。21時からね、2時間お付き合いいただいてありがとうございました。ここでメインメニューからセーブはしてるもんね。セーブはできてるからメインメニューに、あ、ニューゲームからになって、はい。というわけで、本日のところはこれにて以上とさせていただきます。いやーね、たくさんの方が見に来てくれてるようでありがとうございます。いかがだったでしょうか。僕は完全に処刑だったからめちゃくちゃ悲鳴を上げちゃったというで心をへし折られたんですけど、まあね、ある程度さゆりの心が病んでるっていうのは予想はしてたんですよね。ニューゲーム戻ってますね。ナイスクリーム本当ね、めっちゃ叫んじゃったけどすいませんでした。いや、予想はね、ある程度は、まあ、覚悟はしてた。ただ、どっちかというと、このゲームシステムが破損していることだったりとか、さゆりの記憶がみんなから消えて、そして、ロードゲームができない。この演出、ゲームとしての演出の方にちょっとかなり心が削られました。あとさ、道中も散々言ったけど、やっぱね、主人公が良くない。さゆりちゃんが一番望んでいる感情をさゆりちゃんに、そう恋愛感情としての行為を渡せないにもかかわらず優しくし続けて、天津さえお前の望むものは何でも俺が叶えてやれるみたいなさ、その傲慢さが一番良くなかった。傲慢な上にそれを行動に移さなかったっていうところがね、良くないところだったと思います。反省してください。まあ僕なんですけどいやー、
寄り添うときは本気で真摯に、生半可な気持ちでね、一生寄り添うなんて言っちゃいけませんからね。そう。ああいう風にちゃんと言うときは、ちゃんと心まで全部投げ打つ覚悟を、そんで、もう文芸部とか、なつきちゃんとかとは関わらない覚悟を持って行くべきだった。これさ、僕が、もう一回やり直せないからさ、あれなんですけど、僕がさ、なつきちゃんルートを選んでいたからこうなっただけで、例えばあの場面でさ、もっと前からさよりのこと大好きだよっていう詩にしといて、そんでさ、さよりのことが好きだって最終的になってたら、どうだろう、ルートが違ったのかな、どのぐらい違ったのか。人生だね。やり直しが効かない。だってこっからニューゲームしても多分もう一生、もう一生さよりが手に入ることはないんだろうな。ないだろうし、戻ってくることもないんだろうな。スチームからアンインストールでもしない限りは多分ダメなんだろうな。そうか。というわけで、来てくださった皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。NEXT TIME 楽しみにしてくれてありがとう。ちょっと、心折られながらなんですけど、あとね、モニカさんがね、若干ね、なんかゲームマスター的な感じなのかな、ひょっとすると。なんか、ちょっとメタ的な発言も多かったから、モニカさんはひょっとしたら全てを司っている、ゲーム、なんだろう、ドキドキ文芸部の認識外の存在みたいな、なんか、こう、GM 兼 PL みたいな雰囲気はあったかもしれませんね。名作と言われるノベルゲームの主人公は大抵性格が良くない。そうですね。大抵性格が良くないのはあるかもしれない。というか、僕これさ、何気にギャルゲー的なやつをしっかり、ノベルゲーをここまでしっかりやるの初めてなんですけど、初めてがこれで良かったのか、篠月ルミネというところですね。次回はそうだな。1週間以内にはやるかな。1週間後ぐらいに、やりたいと思います。また次回ね、もしお時間合うようでしたらよろしくお願いします。分岐がどうとかこれはゲームクリアまだしてないと申す？ひょっとして。いや、そうだよね。全然なんかまだ、浅瀬でようやく DDLC にようこそっていう文字が今浮かんでる、それぐらいな感覚なんですかね。じゃあ、ちょっと今後に期待というところでね。願わくば、そうだな、さよりを助けるルートとかももしあるのであれば見てみたいですね。See you next time! はい、というわけで、Today's finish! 終わりです。チャンネル登録ね、もしこれ見てくださって、こいつ面白いやつだなって思ったやつ、方々はチャンネル登録していただければ、とても励みになります。嬉しいです。この1の上下に一喜一憂してる僕がいます。よろしくお願いします。では、また次回お会いいたしましょう。ドッカーン実験終了。おつアルケミーでした。またねー。いやー、ほんと、リスナーの団結力こんなところで発揮しなくていいんだけどな。みんなもう、はいはい、この流れね、ニコニコ、ニヤニヤ、ニチャニチャみたいなさ、よくないよ。そうやって人が苦しむのを見て楽しんでるんだ。よくないんだ。バイバーイ。ありがとね。